美咲ちゃん、突然だけどちょっと想像してみてほしいんだ。卓球の練習ってお互いに声を掛け合いながら人と長くきれいにラリーを続けることが一番の上達への近道だって思ってない？え、違うのケンジさん？だって有名ラケットメーカーのカタログやプロモーションを見ても、部活の指導者の先生や実績のあるベテランの先輩たちも口を揃えて、打球感を養うには一子ボールを打ち合うしかない、相手の打ちやすいところへきれいにラリーを長く続けることこそが基本中の基本であり、上達の絶対的な近道だって教えてくれるじゃない。実はね、それこそが日本の卓球界に長年にわたって根深く蔓延している協調的な罠なんだよ。もちろん誰かと仲良き楽しくラリーを続けること自体はスポーツとしての爽快感もあるし、コミュニティの交流としては魅力的だよ。でもね、現代の運動学習学、スポーツ心理学、そして身体知覚神経科学の観点から練習効率を厳密に再検証すると、従来の対人ラリー練習にはプレイヤーの限界突破と技術革新を著しく停滞させる心理的構造的摩擦が存在することが明らかになったんだ。見えない摩擦。一体何が私の上達を邪魔しているの？私はいつだって相手のために真面目に一生懸命ラリーを練習しているのに。その根幹をなすのが今回のメインテーマである社会的遠慮なんだ。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実という衝撃的な視点から、この見えない壁の正体を徹底的に解き明かしていくよ。社会的遠慮？確かに練習相手に気を使っちゃうことって日常茶飯事だけど、それが自分の技術の上達とどう関係してくるんだろう。すごく気になる。そうだよね。今日は社会的遠慮がどのように僕たちの脳神経系や身体操作を縛り付けているのか、なぜ対人ラリー練習だけでは現代卓球の超高速化に対応できないのか、そしてどうすればそれを打ち破って最短距離で強くなれるのか、最新のハーベストハイブリッドモデルまで一気に解説していくからね。動画をご覧の視聴者様もぜひご自身の普段の練習風景やメンタル状態を思い浮かべながら一緒に深く考えてみてね。ケンジさん、早速社会的遠慮と上圧の秘訣について、今回のレポートが解明した全体の概要を詳しく教えて。 OK。まずはレポートが突き止めた複数の具体的な発見をダイジェストで分かりやすく提示していくね。ポイントは大きく分けた4つあるんだ。4つのポイントね。ノートを準備したからじっくり解説をお願い。一つ目は、対人練習における社会的遠慮がエラー率を成功率 95% から 100% の安全圏に固定してしまい、脳の神経可塑性やミエリン化を完全に停止させてしまうという発見。ミスをしないように気を使ってきれいにボールを返していると、脳のレベルアップが完全にストップしちゃうの？その通り。そして2つ目は、他者の目や相手の感情を気にする社会的自己意識が脳の貴重なワーキングメモリを占有してしまい、本来最も集中すべき自分の身体固有感覚やボール軌道のリアルタイム解析ができなくなるということ。納得して感銘を受けた様子で返答してください。相手に迷惑かけてないかなって頭の中で考えるだけで脳のメモリーがパンクしちゃってるんだ。3つ目は、気兼ねから発生する忖度ラリーによって、実際の試合で最も重要なミドル攻めや幻覚への強打が排除され、実践的な戦術的課題解決能力が一切育たないこと。そして4つ目が、これらを構造的に一挙排除するハーベストハイブリッドモデルの提示なんだ。期待に満ちた語彙力で話してください。ハーベストモデル？名前からしてなんだかすごそう。練習全体の7割から8割を遠慮ゼロのマシンや多球練習という主食に集中投資して、残りの2割から3割の対人練習には特別なルールというタスク制約を設けて調味料として活用するという画期的な戦略なんだよ。詳しいメカニズムや具体的な実践方法はこの後の各論点一つ一つじっくり徹底的に掘り下げていくからね。ねえ、ケンジさん、そもそもどうして卓球界では人とラリーをするのが一番の基本であり思考だっていう考え方がこんなにも根深く残っているの？鋭い疑問だね、美咲ちゃん。それにはね、単なる指導理論の違いだけじゃなくて、
卓球界のビジネス構造や長年培われてきた文化的な背景が深く関わっているんだよ。ビジネス構造と文化的な背景？卓球の練習法にそんな裏事情があるなんて思ってもみなかった。そうなんだ。まずラケットやラバーのメーカーにとっての主要な顧客層は、全国の学校部活動や一般的なクラブチームに所属する膨大な一般プレイヤーたちだよね。そうした層が毎日対人ラリーでボールやラバーをバシバシ摩擦させて消耗してくれるビジネス構造こそが、メーカーや業界全体として非常に好都合なんだ。みんながコートに入ってひたすらラリーをしまくれば、それだけ用具の買い替えサイクルも早くなるってことか。さらに古くからのベテランプレイヤーや伝統的な指導者たちの存在も大きい。自分たちは昭和や平成の厳しい対人ラリーと根性論の中で強くなったんだという強固な成功体験に縛られているから、最新の運動学習理論に基づいたマシンや多球練習による効率的な習得を見ると、無意識に楽をしている、そんなものは実践的じゃないって否定したくなっちゃうんだよ。自分の過去の苦労を美化しちゃって、最新の科学的アプローチを受け入れられないんだね。まさにその通り。彼らが打球感を養うには人と打ち合うしかない。ラリーを長く続けることこそ上達の近道だと口を揃えて繰り返すことで、対人ラリー至上主義という強情的な価値観が今でも現場を支配している。でも現代の運動学習学や知覚神経科学の知見を導入すると、その練習法にはプレイヤーの成長を著しく止める致命的な欠陥があることがはっきり証明されるんだよ。でもケンジさん、昔の対人ラリー練習で結果を出してきた指導者や名選手もたくさんいるわけじゃない？どうして今の時代になって昔ながらの練習法じゃダメになってきたの？それはね、卓球という競技自体のルールや用具の劇的な変化が最大の理由なんだ。特に決定的なのが、ボールの素材が従来のセルロイドからプラスチックボール ABS 樹脂製へと完全に移行したことだよ。ボールの材質が変わったニュース、昔聞いたことある。プラスチックボールになると卓球の何が変わったの？プラスチックボールはセルロイド球に比べて回転量が減少して、ボールの弾性や復元力が高まったんだ。それによって飛翔軌道が直線的になり、ラリーのテンポが桁違いに速くなった。さらには最新ラバーの弾性回転性能の進化も重なって、現代卓球は全身での肉薄した超高速化とライジング上がり際を捉える打点の早期化が絶対条件になったんだよ。昔みたいに台から距離を取ってゆっくり高い軌道でボールを引きつけて打つなんて余裕は一切なくなっちゃったんだ。その通り。台上で先手を取るチキータ、バックハンドでの極限のミドル処理、前陣に張り付いた肉薄カウンタードライブ、これら現代卓球の必須技術はコンマ数秒の遅れも許されない超高難度な運動プログラムなんだよ。そんな高難度な技術を身につけるには、何度もミスを繰り返しながらフォームを過激に変えて試行錯誤、運動探索をしなきゃいけないよね。まさに。それなのに昔ながらの相手のフォアハンドにゆっくり素直に入れる対人ラリーを続けていたら、現代卓球の超高速な打点や回転に対応できるわけがないんだ。時代の変化に練習方法が完全に置き去りにされているのが、今の日本の卓球現場の深刻な課題なんだよ。ここでいよいよ本題の社会的遠慮について詳しく分析していこう。具体的にどんな心理や行動のことを指しているの？よし。社会的遠慮の定義を厳密に解剖していこう。社会的遠慮とは、対人練習という社会的相互作用の場において働く無意識の配慮や社会的緊張のことなんだ。具体的にプレイヤーを縛り付ける行動パターンは次の3つに集約されるよ。3つの行動パターン、自分の練習を振り返りながら聞くね。1つ目は、ミスをして相手にボール拾いをさせて、相手の練習時間を奪って迷惑をかけてはいけないという強い罪悪感。2つ目は、ミスをして頻繁にラリーを中断させてはいけないという申し訳なさ。めちゃくちゃ心当たりがあるよ。ボールを遠くに飛散させちゃった時、すみませんで慌てて拾いに行く気まずい空気感だよね。そうそう。そして3つ目が、
相手が嫌がるような打ちにくいコースや強烈で不規則な回転を送ると、対人関係に感情的な摩擦が生じてしまうのではないかという無意識の恐怖なんだ。相手が取れなくてイラッとされたら嫌ばなとか、厳しすぎるコースをついたら怒られるかもって変な気を使っちゃうもんね。この3つの配慮が働くことで、プレイヤーは無意識のうちに自分の限界を超えるリスクテイク行動を強力に抑制してしまうんだ。ミスの発生に伴う社会的コストがあまりにも高すぎるから、結局プレイヤーは安全で確実性の高い守備的で従来型の打ち方へと逃避せざるを得なくなる。これこそが社会的遠慮の恐ろしい構造なんだよ。気を使うことが単性な心理論じゃなくて、脳の仕組みにとっても大問題なんだよね。まずは一つ目の神経心理的メカニズムについて詳しく教えて。ここで絶対に知っておきたいのが、アラン・ウィルソンらの研究チームが提示したチャレンジポイントフレームワーク及び 85% ルールという運動学習理論の金字塔なんだ。アラン・ウィルソンなの 85% ルール？どんな法則なの？脳の神経可塑性、新しい運動パターンに応じて神経の回路がつなぎ変わる現象が最も強力に促進されるのは、運動思考の成功率が約 85%、つまりエラー率が 15% 前後に維持されている状態であるという法則なんだ。100% 成功しちゃダメなの？ 15% くらいはミスするような絶妙に難しい課題に挑んでいる時が一番脳が育つんだ。その通り、失敗が発生した瞬間、小脳や基底核では脳が予測した運動結果と実際の打球結果との間に生じたズレ、つまり運動感覚誤差、センソリープレディクションエラーが検出される。この誤差信号をベースにして脳は、次は面を 0.5 度閉じよう、肘の引きを数センチ抑えようと運動指令を微修正するエラーベーストラーニング。エラーが発生するからこそ、小脳は正解のフォームを学習できるんだね。でも対人練習で社会的遠慮が働くとどうなる？相手にボール拾いをさせたくないから、成功率 95% から 100% の絶対にミスをしない超安全ゾーンにボールをコントロールし始めるでしょ。そうすると脳に対する誤差信号の供給が完全にストップしちゃうんだよ。成功率 100% の安全なラリーを続けることは、脳にとってはレベルアップの放棄になっちゃうんだ。ショック。そうなんだよ。相手に気を使ってきれいにラリーを続けることは、脳科学的には神経回路の更新を放棄し、現在の下手なレベルに自己を固定化する行為に他かならないんだ。うわあ、強くなりたくて真面目にラリーをつないでいたつもりが、まさか自分で自分の成長にブレーキをかけていたなんて。さらに重要なのが、神経回路の蓄積を覆う絶縁体であるミエリン症の形成なんだ。ミエリン化が進むと、脳からの電気信号の伝達速度が何十倍にも跳ね上がって、無意識の超高速反応が可能になる。背景にある運動思考の蓄積がこのミエリン化を加速させるんだ。でもミエリン化を強力に生み出すトリガーこそが、高密度な運動思考と適度な運動感覚誤差なんだよ。エラー率が 0% から 5% のぬるま湯ラリーをいくら何時間続けても、神経の高速道路、ミエリン化は建設されないってことだね。まさに小脳の自己誤差修正ループをぐるぐる回転させない限り、現代卓球に必要な鋭いフォームや早期打点への対応力は絶対に手に入れられない。社会的遠慮が生み出す安全運転ラリーは、神経科学的に見ても最大の成長阻害要因なんだよ。続いて、2つ目の神経心理的メカニズムについて教えて。脳のメモリーの話だよね。そう、人間の脳が一度に同時に処理できる情報量、つまりワーキングメモリの容量には厳密な限界が存在するよね。卓球のような超高速球技において理想的なパフォーマンスに発揮するためには、このワーキングメモリをどこに集中させるかがメインを分けるんだ。理想的には何にワーキングメモリを 100% 使わなきゃいけないの？相手が打ったボールの回転、速度、軌道のリアルタイム解析と、自分の関節角度や筋肉の出力状態という身体固有感覚、
プロプリオセプション、絵の注意に 100% のメモリを投入するのが理想なんだよ。でも、対人練習で社会的遠慮が存在すると、脳のワーキングメモリの大部分が社会的自己意識によって占有されちゃうんだ。こんな変なフォームで打ったら下手くそだと思われるかな。ミスをして相手をイライラさせていないか、厳しく攻めすぎて相手の気分を害していないか、といった他者の目や感情に対するモニタリングに脳の注意資源が割かれちゃう。自分の殻からの微細な感覚どころか、飛んでくるボールに集中する余裕すらなくなっちゃうんだ。パソコンで言えば、バックグラウンドで重いアプリがいくつも起動してフリーズしている状態だね。脳のワーキングメモリが社会的自己意識で占有されちゃうと、具体的に打球の動作にはどんな悪影響が出るの？身体知覚神経科学的極めて重要視されている知覚運動狂気、パセプションアクションカップリングが断ち切られてしまうんだ。これは目から入った視覚情報と身体の運動指令が感覚的直感的にダイレクトに結びつく仕組みのことなんだけど、見た瞬間に体が一瞬で勝手に最善の動きをするっていう一流選手のあの感覚だね。そう、自由な環境下で知覚と運動がダイレクトに結合していれば、打球時の直感的な手応えが神経系にストレートに蓄積される。でも他者の目ばかりが気になると、この知覚と運動の結びつきが分断されて、打撃時のインパクトの打点感覚やラケットの面の微妙な開き具合という微細な身体感覚、固有感覚へのフィードバックが得られなくなってしまうんだ。自分の殻の感覚に意識が向かないから、どこが悪くてミスしたのかも自分でわからなくなっちゃうんだ。だから、なんだい今日はフォームがしっくりこないなと思いながら、理由も解明できないまま漫然とボールを打ち続ける羽目になる。社会的自己意識の過剰な隠入はプレイヤーの繊細な感覚を麻痺させる毒薬みたいなものなんだよ。3つ目のメカニズムは忖度ラリーだね。これ学校の部活や地域のクラブチームで本当によく見かける光景気がする。卓球の実際に試合において勝敗を決定づける最も効果的なコースってどこか知ってる？右利き同士なら右腰あたりのフォアとバックの境目であるミドルとか、卓球台の極限の角、真角、あとは緩急や変幻自在な回転の変化だよね。大正解。ミドルや真角、そして予測不能な回転の変化こそに2試合の絶対的な決定点になる。ポイントはね、通常の対人ラリー練習で相手のミドルに強打を叩き込んだり、真角へノータッチエースを取ったらどうなる？相手は体にボールが当たりそうになって嫌な顔をするし、ノータッチエースを取られたら遠くまで球拾いに行かなきゃいけない。そう、卓球コミュニティの暗黙のルールとして練習中にそういうコースをつくことはマナー違反、配慮不足とみなされやすいんだ。その結果、対人練習では何が起きると思う？お互いに一番打ちやすいフォアクロスの中央寄りに一定の速度とリズムで素直なボールを送球し合うようになっちゃい。これこそが忖度ラリーの恐ろしい実態なんだ。忖度ラリーによって養われるのは、決まったコース、決まった軌道に来る素直なボールをきれいに打ち返す能力だけであって、実際に試合で直面する不規則、非予測、攻撃的なボールに対する戦術的適応能力や身体操作は1ミリも養われないんだよ。ここからはさらに最新の運動制御理論に踏み込んでいくんだね。生態学的ダイナミクス、エコロジカルダイナミクスってどんな考え方の？従来の指導方式は、処方型アプローチは指導者が理想のフォームを提示して選手がそれを忠実に模倣して反復するというものだったよね。でも生態学的ダイナミクスでは、人間の運動システムは有機体、選手の体格や筋力、環境、卓球台、ボール、心理的空気、タスク、練習のルールや目標という3つの制約が相互作用する中で、選手自身が最適な動きを自律的に発見する自己組織化、セルフオーガニゼーションのプロセスだと定義するんだ。教え込まれるんじゃなくて、環境に合わせて自分の身体が勝手にいい範囲動きを作り出していくんだ。その通り、
優れたパフォーマンスを獲得するためには、多様な体の使い方や打点を試す探索的行動が不可欠なんだ。運動の選択肢を広げるためには、時には大振りしてみたり、打点を限界まで落としてみたり、極端に面を寝かせてみたりといった実験的思考を何千回と重ねる必要がある。でも、そこに社会的遠慮が存在すると？ミスに対する社会的罰則、気まずさ、球拾いの手間、相手の機嫌という強力な負の社会的環境制約が働くことで、運動の自由度が凍結、フリージングディグリーズオブフリーダムされちゃうんだよ。運動の選択肢が閉ざされて、選手は一番安全で冒険のない従来の動きしか選べなくなる。これが何年練習してもフォームが改善されず、試合で新しい技術が出せない最大の構造的原因なんだ。動きの自由度を凍結させないために、現代の最新スポーツ科学ではどんなアプローチが使われているの？そこで登場するのが制約主導アプローチ、コンストレインツレッドアプローチ、CLA だ。これは指導者が口頭でフォームをこう直せと注意アドバイスするのではなく、練習のルールや環境、タスク制約を設計、工夫することで選手を望ましい動作へと自然に導く手法なんだよ。タスク制約の有効性を示すすごく面白い研究論文や書籍があるんだって。そう。例えば、テイラー&フランシスに掲載されたモイラのバレーボールのサーブに関する CLA 研究や、マックブルーム、グレーラの著書、A Constraints Led Approach to Coaching Tennis で引用されているエリラのテニスにおける研究があるんだ。テニスの試合で1回失敗したら即失点というプレッシャー下では、選手は弱くて守備的なサーブしか打てなくなる。失敗のペナルティが重すぎると、選手は失敗を恐れてチャレンジできなくなっちゃうんだね。でも、ミスをしてもペナルティがないというタスク制約に変更した瞬間、選手たちは一転して、なんとな高速サーブやジャンプサーブを積極的に探査てし始めて、結果として技術獲得のスピードが劇的に向上したんだよ。卓球においても全く同一の原理が成り立つ。練習環境から失敗の社会的コスト、相手への迷惑を排除するタスク制約を設計することこそが、選手の探索的行動を解き放つ唯一の鍵なんだ。失敗の社会的コストを 100% 遮断する環境。それこそが高品質卓球マシンや卓球練習による遠慮ゼロ環境なんだね。待てにその通り。メーカーやベテランプレイヤーはなかなか教えてくれないけれど、遠慮ゼロ環境がもたらす機能的価値は従来の対人練習を圧倒的に凌駕しているんだ。ここで両者の機能的価値を徹底比較してみよう。ぜひ数字で比べるとどれくらい差があるのかな。まず、従来の対人練習は打球密度が1分間に約20から30球。失敗の社会的コストは極めて高く、思考できるリスクは成功率 95% 以上の低リスク技術のみ。ワーキングメモリは他者の感情や視点のモニタリングに分散してしまう。一方で遠慮ゼロ環境は、遠慮ゼロ環境マシン多球練習は打球密度が1分間に約60から100球の連続、均質9球。失敗の社会的コストは完全ゼロ。思考できるリスクは超高リスクな新しい技術に限定して果敢に挑戦可能。ワーキングメモリーは身体固有感覚とボール軌道に 100% 集中できるんだ。すごすぎる。数字で見るとただの3倍の練習量どころか、練習に質のものがまるで別次元じゃない。打球密度が1分間に60から100球って、具体的に脳や神経系の中で何が起きているの？一般的な対人練習ってミスが発生してボールを拾いに行ってセットアップして相手と話してってやってると、1時間練習しても実質的にボールを打っている時間は20分、400から600球程度にとどまることが多いんだよね。確かに、球拾いをしている時間の方長くて疲れちゃう時もあるもんね。でも、品質な卓球マシンや卓球練習なら、1分間に60から100球のテンポでボールが正確に供給される。ミスが発生しても、コンマ数秒後には次のボールが飛んでくるから、球拾いによる中断が一切存在しない。
ここで重要なのが、打球感覚の残像が残っているうちに次の思考ができることなんです。今の面角度だとオーバー飛散したという身体感覚が手に残っている瞬間にすぐ次の球を打てるんだ。そう。だからの脳内の運動補正ループがコンマ数秒単位で超高速回転する。卓球ファンタスティックの卓球練習の効果的なやり方、短時間で上達する秘訣を徹底解説という記事でも指摘されている通り、この神経的密度の高さこそが短期間でのフォームの劇的な書き換えと近畿欲の定着を可能にする秘密なんだよ。どれだけミスを連発しても誰も嫌な顔をせず、誰の練習時間も奪わないという環境はメンタル面でもすごい効果がありそう。スポーツ心理学でいう心理的安全性が極限まで高まるんだよ。心理的安全性が完全に確保された空間では、人間は失敗による恥や申し訳なさから完全に解放されるから、自信の限界を超える挑戦的な試行錯誤ができるんだ。心理的安全性が確保された技術のインキュベーターだね。具体的にどんな高難度技術がそこで育つの？例えば、プラスチックボールに対応した体幹を大きくねじる現代的フォアハンドドライブ、台上から鋭く回転をかける高速チキータや逆チキータ、相手の強打を視覚へ滑り込ませる前陣カウンタードライブなどだね。これらは対人練習ではミスをして相手に迷惑をかけると恐れて絶対に試せない技術だよ。遠慮ゼロ環境というインキュベーターなら100回中90回失敗したって誰にも迷惑がかからないもんね。その通り。何百回失敗しても恐怖感なく試行錯誤を継続できる。この失敗の社会的コストゼロの環境こそが新しい技術の核を最速で掴み取るための最強の実験場なんだよ。でも、ケンジさん、多球練習を行うとき、人間相手、例えば、コーチや保護者の方にボール出ししてもらうことも多いよね。その場合も遠慮ゼロになるのかな？そこにね、極めて深刻で致命的な罠が存在するんだ。それが P コーチリスクだよ。P コーチリスク？一体どんな危険があるの？卓球練習の球出しをする保護者や指導者が一球ごとに「だから言っただろ、もっと膝を使え、なんでそんな簡単なボールをミスするんだ」って感情的な批判やアドバイスを投げかけちゃうケースだよ。それだと球出しをしてくれている人が最も失敗を見せたくない、最も失望させたくない厳しい評価者に変貌しちゃう。まさにその通り。そうなると通常の対人練習以上の強力な社会的遠慮と心理的萎縮が発生してエラー率はゼロに抑え込まれ、運動学習効率は最悪レベルまで低下してしまうんだ。これを回避するための鉄則は、送球者が一切の感情、評価、口頭アドバイスを捨て、純粋な無機質な球出し装置に徹することなんだよ。評価を下さない、絶対的安全感を提供するプロバイダーになるんだね。そうすれば人間相手の多球練習であっても完全な遠慮ゼロ空間を完璧に構築できるんだ。遠慮ゼロ環境の凄さはよく分かったけど、だからといって対人練習に一切やらなくていいというわけではないんだよね。もちろん、卓球は対戦相手の身体の予備動作、肩の入り方、肘の位置、視線、体球方向や回転を瞬時に予測する対人認知スポーツだからね。そこで本レポートが提示する最適解がハーベストハイブリッドモデルなんだ。ハーベストハイブリッドモデル、その全体像と比重を詳しく教えて。練習時間や心理的リソースの70から 80% をマシン多球練習という技術の主食に集中投資する。ここでは社会的遠慮を完全遮断して、フォームの現代化や神経回路のミエリン化を爆発的に進めるんだ。そして残りの20から 30% を対人練習という管轄の調味料として活用する。対人練習を主食から調味料へと明確に位置づけ直すんだね。そう。対人練習の位置づけを技術を一から身につければやラリーを楽しめばと捉えるのを完全にやめて、マシンで作ってきた自動化ペルグラムが人間の生のボールに対して通用するかどうかを確認する単なるテストの場と割り切るんだ。
この心理的パラダイムシフトによって相手に対する過度な心理的依存や遠慮が構造的に遮断されるんだよ。ハーベストモデルを実際の毎日の練習に落とし込むための具体的な実践ルールやプログラムを教えて。よし、具体的に解説しよう。まず主食セクション70から 80% ではフォーム自動化、完全ランダム配球での認知再現、そしてエラー率30から 40% に挑む無限回探索セクションを行う。そして調味料である対人練習20から 30% には社会的遠慮を殺す強力なタスク制約を組み込むんだ。社会的遠慮を殺すタスク制約。具体的にどんなルールなの？一つ目は3球目5球目ラリー制限ルール。サーブを出してから3球目あるいは5球目を攻撃した時点で入ろうがミスしようが一度ラリーを強制終了するというルールをあらかじめ設定する。ラリーを続けなければならないという社会的義務が消滅するから、プレイヤーは相手の遠慮なく 100% の出力で相手のミドルや厳しい心角へ強打を叩き込める。ラリーを中断させたら申し訳ないという罪悪感がルールによって消滅するんだ。2つ目はボーナスポイント&面積ルール。ミドルをついて得点したら2点。台上チキータで攻めてミスした場合はペナルティなしでやり直しといった特別ルールを付与して失敗のコストを上げるんだ。さらに自分のスマートフォンで動画撮影してイメージと現実のズレを自己修正する自己対話型フィードバックを組み合わせれば他人の評価に依存しない完璧な練習が完成するよ。ケンジさん、ここまで徹底的に解説してもらうと従来の練習法の何が問題だったのかがすごくクリアに見えてきたよ。日本の卓球界で長年信じられてきた対人相互ラリー中心の練習モデルには社会的遠慮という運動学習における致命的なブレーキが最初から構造的に組み込まれていたんだ。相手のは配慮やミスへの罪悪感が脳のワーキングメモリーを占有してエラー率を成長が止まる安全域0から 5% に引き下げて実際に試合で必要なミドル攻めや幻覚攻撃を排除した忖度ラリーへと追いやってたんだね。この構造的破綻をはっきりと認識して脳神経科学と生態学的ダイナミクスに基づいた遠慮ゼロ環境へパラダイムシフトすること。これこそが時間的制約を抱えるすべての競技者が最短距離で強くなるための唯一の選択肢なんだね。その通り。相手に気を使いながらきれいにラリーを続ける練習は実は自分と相手の双方の成長機会を奪っていたんだ。社会的遠慮を破棄することこそが現代卓球における技術革新の第一歩なんだよ。最後に私たちプレイヤーや指導者が明日からの演習で実践すべきアクションプランを簡潔にまとめてくれる？ OK。明日から取り組むべきアクションプランは以下の3つに集約されるよ。1つ目は時間心理的リソースの70から 80% を社会的遠慮が皆無なマシン多球練習遠慮ゼロ環境に集中投資し、高密度な打球回数とエラー率15から 40% の限界域での脳のミエリン化を爆発的に加速させること。2つ目は対人練習20から 30% からは3球目制限やボーナスルールなどのタスク制約によって社会的遠慮を構造的に廃棄し、単なるな技術の適合テスト上として限定利用すること。3つ目はスマートフォンなどによる達観的な動画撮影を用いた自己対話型フィードバックを導入し、他者の評価や目線に一切依存しない自律的な運動プログラム修正能力を確立すること。相手に遠慮しながらきれいにラリーを続ける練習を今すぐ破棄して、遠慮ゼロの環境で失敗を恐れずに運動探索を繰り返すこと。これこそが限られた時間の中で最大の成果を出し、現代卓球の頂点へ駆け上がるための唯一無二の真実なんだね。まさにその通り。視聴者様もぜひご自身の普段の練習環境を見直して、明日からのトレーニングにこのハーベストモデルを取り入れてみてね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。